皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は至高の生足ランキングトップ5を解説しますよ。こんなランキング作ってるの絶対うちらだけでしょ。ふふん。残念だが、生足を甘く見ると死ぬよ。いや謎の名台詞を解約するなし。東方キャラといえば、靴を履かない裸足キャラも魅力の一つ。今回はそんな美しい生足を披露したキャラを紹介していきます。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する美しい生足ランキング第5位は、交流道の一面ボスを務めた豪徳寺三家です。招き猫発祥の地と呼ばれる豪徳寺の出身なんですよ。東京都世田谷区にある曹洞宗のお寺だよな。招き猫発祥の地は複数の説があるのですが、豪徳寺はその一つですね。しかし、寺に住む猫が皆白猫であるのに対して、三家猫として生まれた彼女は、周囲からまがいものと疎まれ、無理やり毛を染められそうになったりと大変な苦労を経験しています。パッと見た感じむしろ華々しとした生き方をしているイメージだったがそんなことないんだな。さらに三家本人も三家で何が悪いと開き直って反発したため、ますます仲間外れにされることとなったのです。結果、招き猫としての修行が満足にできなかった彼女の能力は、お金かお客のどちらかを招き入れるともう一方を遠ざけてしまう、という不完全なものになったのですよ。環境のせいで、お金とお客両方ではなくお金かお客どちらかしか招かれない能力になってしまったのか。三家はなかなか不遇なキャラだったのね。しかしこれを招き猫社会に見切りをつける機会と捉え、むしろ幸いと清々しい気分で寺を去りました。見た目に似合ってサバサバしていていいね。その後はどのような経緯をたどってか幻想郷に流れ着き、妖怪の山付近で悠々自適の新生活を送っていたのです。一面ボスにしては、理不尽や納得のいかないことには容易に屈するとなく立ち向かう、芯の強い性格の持ち主なのですよ。確かにレ夢ムが勝利後、暴力では商品を絶対に渡さないと言っているあたりメンタルが強そうだぜ。いつもの一面ボスよりも大人びたキャラだしな。このように毛並みが三家猫だったせいで苦労した三家ですが、現在は妖怪の山で平和に暮らしていて性格もかなり明るめです。ちなみに右手を招くように上げたポーズをしていますが、右手を上げた招き猫は金運を呼び、左手を上げた招き猫は客を呼ぶとされているんですよ。左手と右手で意味が違っていたなんて知らなかったぜ。つまり本編では資金力を稼いで進めるため右手を上げるポーズになっているというわけか。そうなんですよ。ちなみにレイさんは右脇を上げればお金が、左脇を上げれば客を招き入れることができるようですね。レ夢ムの新能力発見か？そんな彼女は三色に包まれた服を着ていて腕と首には鈴をつけていますね。また左手には小判のようなものを持っているよな。そして足元はもちろん芸術的美しい裸足。非常に綺麗な足を披露していて、一面ボスとは思えないスラッとした長い足なのですよ。確かにどこか色気があってこれは間違いなく美脚というものだな。スカートは膝よりも上に描かれていることから見て、制作者ズンさんも意識して描かれたと思われますね。またプレイ画面を見ていると、ドット絵でも非常に綺麗な足をしているんですよ。確かにドット絵でもはっきりわかる美脚だぜ。一面ボスの生足キャラにはみのりこもいますが、三家はお姉さんらしくスタイルも良く長い美脚なことからこのランキングにランクイン。ちなみに同じ一面ボスのみのりことすごく迷ったんですよ。生焼き芋の香りがする生足と、あの香り足の匂いだったの？さてさて、次に紹介する美しい生足ランキング第4位は東方天空小二面ボスを務めた坂田ねむのです。スタイルもよく美人な見た目とは裏腹に種族はなんとヤマンバです。ヤマンバというと子供の時絵本で見たおっかないおばあちゃんなイメージだよ。伝承において山奥に住む老婆の姿をした妖怪または神のことをヤマンバと言います。東方においては妖怪の方だな。しかし必ずしも老婆であるとは限らず、若い女性の姿の場合もあるようです。この場合は山姫と呼ばれることが多いんですよ。ヤマンバといっても若いヤマンバが存在するのか。組織を好む天狗とは相入れず、種族間で不可侵条約を結んで、妖怪の山で独自に生活していますよ。自分の作り出した縄張りに入ってくるのを嫌い、開きにして天日干しにするなどヤマンバらしい言動を使ってくるのですが、単に脅しているだけで気に入った相手には親切にするため実際はいい人物らしいです。勝利後は結構誰にでも交友関係を持とうとするよね。里では一般的に山に入って行方不明になった場合、ヤマンバに何らかの形で処理されたと思われているのですが、実際には大人の場合は脅して送り返し、子供の場合は保護して、なんと立派な人間へと育て上げることが多いようですね。その理由はわかっていませんが、しかし、子供を育てるなんてねむのめちゃくちゃ母性感あふれるキャラだぜ。実は剣術を活かしたスペルカードが2個以上あるキャラは、今のところおそらくコンパクヨウムとフラン以外ではネムのだけで、
意外にも剣術に優れたキャラなのですよ。前回の授業で習ったけど、上位スペル持ちの剣術だもんな。さらに東方原作の立ち絵からしてボディラインがはっきり出ているのですが、図絵にしては珍しく胸が豊かに描かれていてスタイル抜群なんですよ。なので、巨乳キャラとして描かれているイラストが多いです。巨乳キャラとして描かれることが多いのです。いやなんで2度も言ったのかな。そして見ての通り生足キャラでもあるのです。私が想像するヤマンバとは思えないほどの白くてスラッとした生足だぜ。これは足フェチにとってはたまらないぜ。こちらもミケ同様にスカートが膝の高さぐらいになっていて絵として描かれたように感じますね。なんといってもスカートがひし形に穴開きになっていて、チラリズムによってセクシーさが倍増しています。わかる。チラッと見えるとドキッとするよな。例えると遊園地のマスコットの後ろのファスナーがチラッと見えたらドキッとする感じ。それはまた違う衝撃でしょ。当初は1998年から2001年にかけて生やしたヤマンバラル風の化粧が濃いメイクにする案も検討していたとのことなので、その名残からスタイルよく描いたのではと思われます。青白い袖はレイムやサナエやミコと同様に独立していて、脇が見えるデザインとなっているんですよ。胸が豊かで脇キャラでもある上に生足美脚という、ハッピーセットすぎるキャラなんですよ。勝手に大人のハッピーセット作るなし。あまりにもスタイルの良さから生足ランキング第4位にランクイン。確かにヤマンバとは思えないほどセクシーなキャラなのがよくわかったよ。本当にその通りですね。眠のに食べられる前に食べてしまいたいですよ。レイムさんが眠ののお腹の中でおとなしくしてくれていますように。では、次に紹介する美しい生足キャラランキング第3位は姫虫桃代です。いや、初めての桃代の解説がまさかの生足ランキング？この日のために私が密かに隠し玉として取っておいたのですよ。さっさと他の解説で使ってやらんかい。彼女は醜悪なフォルム、不快な毒、何かと嫌われ者の妖怪なのです。強大な存在である竜ですら近づかない、ふもとでは竜殺しの最強の妖怪だと恐れられています。竜というと幻想郷の最高神だぜ。浴びせられる負のオーラから連成した魔力は膨大であり、彼女は強力な魔力を持っています。そもそも近づこうとする者も少なく、それも彼女の最強伝説に拍車をかけていますよ。こんなにも強キャラ感たっぷりのキャラを、まさかの生足ランキングに入れてくるあたりレイムさんらしすぎる。マリサさんそんなにも褒めないでくださいよ。嫌気なしているんだよ。しかし本当のところ、竜を食べられるのかどうか誰も知りません。とは言っても交流道で、竜の持ち物だと言われている竜玉を漁っていたのは本当です。彼女が洞窟から竜玉を掘り出したところ、自分に会うことを厭わない親友の大天狗、飯綱丸からビジネスの話を持ちかけられました。竜は綾の上司に当たる天狗だよな。桃代は、山を削り交流道を掘る役を引き受けました。その報酬は竜玉です。親友である大天狗、竜を食べる代わりとして、竜樹は十分だったのですよ。親友を食べるつもりだったのかよ。ついでにレイム部長も食べてくれないかな。なんでそうなる？二つ名の黒きドラゴンイーターも、竜を食べることを意識したネーミングとなっていますね。東方初の売れっ子ちゃんであり、ワイルドで好戦的な言動が目立ちます。親友である竜を食べる代わりとして竜樹は十分だったなど物騒なことも考えていたようですが、引き受けた竜樹の採掘という仕事はしっかりと行うなど好戦的ながらも、仕事については真面目に取り組む性格のようですよ。最新のキャラとはいえ、これまたはちゃめちゃなキャラだな。元ネタは兵道太し物語に出てくる、竜人たちを苦しめていた大ムカデの怪物でしょう。まさかのムカデ娘。ムカデといってもズンデザインでは5体は普通に少女姿で、手足についた多数の赤リボンでムカデの足をイメージしている感じとのこと。意外にも今回の保険の需要と噛み合っているな。採掘を生業としていることもあって、両手をツルハシとシャベルで武装していますね。グレーのような水色のロングヘアをしていて、獅子にはオレンジ色のリボンを複数、腰には緑色の鎖をそれぞれ巻きつけていますよ。そんな桃代はムカデ足という新感覚の生足キャラなんです。新感覚の生足ってなんだよ。図絵を見ると足裏まで見えていて踏んであげますよ。と言わんばかりの綺麗な生足を披露しています。踏んであげますよってなんだよ。しかも生足にムカデの足を表したリボンがチャームポイントとなっていて、まさにこのランキングにふさわしいキャラとなっているのです。確かに売れっ子だけどめちゃくちゃ綺麗な足をしているよな。ミケのような落ち着いた足とは違って、ちょっと元気のあるやんちゃな足のポーズとなっているのも魅力ですね。それにしてもミケといい桃代といいさらに、玉作りミスマルといい。交流道は生足の宝石箱や。ということで、次に紹介する美しい生足キャラランキング第2位はつくも姉妹です。まさかの姉妹という形にしたのか。もうどっちかなんて選べませんでしたよ。なんか楽しそうだね。二人は伝統楽器のつくも神で、光の楽器を素手でかき鳴らすことができます。
つくも神は妖怪の一種でたたらこ傘とかもつくも神なんだぞ。キャラクター選択で容器を使用する A ルートを選ぶとベンベンがステージボスとして登場し、容器を使用しない B ルートを選ぶと八つ橋がステージボスとして登場します。また EX ステージでは妹の八つ橋と二人同時に中ボスとして再登場しますよ。ベンベンと八つ橋は、元はただの楽器だったのですが、うちでの小槌の魔力が意図せず幻想郷中に散らされた異変に巻き込まれたことで、他の多くの道具たちと共に二人もつくも神の妖怪に変化します。結果動けるようになり、喋り、自らの力で戦うこともできるようになったんだよな。その小槌の魔力には、力を受けたものを凶暴化する効果もあり、これが鬼神上の異変ですね。今回の異変で伝統楽器が力を得て妖怪化したつくも神であり、姉のベンベンが琵琶の、妹の八つ橋がことのつくも神ですよ。今まで数多くいた東方の姉妹キャラクターでも初となる珍しい、血のつながりのない義姉妹だと明言された組み合わせです。へえ、二人は血のつながりがない姉妹だったのか。書籍では公式でつくも姉妹名義になっていることから、赤の他人というわけではなく、生まれが同じことからの血のつながりを超えた姉妹なのです。まず姉のベンベンの性格は冷静で大人びていて、まだセリフは初登場作品内のみで少なく、その上先ほど言ったような異変の影響下にあったので、素の状態か不明ですが口調は姉御肌的で少しきつめ、S っ気たっぷりなので、ド M の方は踏まれちゃってください。結構ありだな。いやあんたかよ、陽気持ちのマリサや昨夜が八つ橋を追いかけようとした際待ちな、あんたの相手はこの私だよ、と熱い台詞を言い放った姉御系、そして八つ橋に関しては勝ち気で無鉄砲な妹ちゃんです。敗北時にはわっほいなどの珍妙なセリフを発しています。前回の幻想郷祇園ランキングではトップクラスだったよな。また東方文化新報にて二人が掲載されていました。天女のごときルックスであるつくも姉妹は、密かに人気を集め始めているとのことです。おお、里の人もそう言うってことはルックスは抜群なんだな。ちなみに綾が女子に学坊の名を勝手に送ろうとしています。女子に学坊とは中国伝統楽器の演奏家で構成されるインスプルメンタルバンドのことだぜ。またつくもプラス1夜行というライブでは好評だったようです。綾も待ち遠しいと言っていて、写真と一緒に未来のスターと掲載していますよ。あの綾がこんなにも褒めるってなかなかないよな。そんなルックス抜群と言われる二人の生足はまさに至高。まず姉の頭に可愛い琵琶の花飾りをつけていて、長髪を後頭部で二つに縛り垂らしています。裸足であり、スカートが透けて生足が見えていてとても色っぽいのですよ。足がちょっとクロスしているところがセクシーで好きな足だぜ。妹の八つ橋の服装は薄紫色のラインの入った白い上着に、紫のリボンや模様がついた黒いスカートで、両所にジグザグ状の装飾がなされていますよ。姉と同様に生足が大きく露出しています。八つ橋に関しては膝がくっきり曲がっていて大きくクロスさせている感じだな。またベンベンとは違った色気があるぜ。あと注目してほしいのが手の指ですね。二人とも楽器を弾いているだけあって指も細長くとてもセクシーなんですよ。ああ、それすごくわかるよ。音楽を弾いている女性ってなんだか色気があるよな。やはりこの二人で生足を披露していることから東方の生足代表とも言え、姉妹で生足を披露した素晴らしい作品もありますよ。こういったように幻想郷内でも認められるルックスを持つ二人、さらに音楽も弾けて色気があることから第2位にさせていただきました。確かに、太ももも綺麗でこれはたまらない足だったぜ。しかもですよ、他にはできない最高の足の使い道があるのです。それは姉妹の太ももでサンドイッチ。それでは、美しい生足ランキング栄えある第1位は、東方漢樹伝の EX ボスであるヘカーティアラクスラズリです。おお、さすがは地獄の女神だけあって足も女神級だったのか。ヘカーティアは月の女神が夢の中に逃げ込むであることを予測していた純子が先手を打って、協力を持ちかけた切り札なのですよ。そのことからエクストラステージの名前は切り札はいつだって握手となっているぞ。ちなみにネテロ会長につけてもらったようですよ。いや名言で言ってたけれども。異変後は主人公たちに興味を持ち、幻想郷を非常に気に入っています。ほう、でもなんで幻想郷を気に入っているんだ？社名丸綾がインタビューしたところ幻想郷は誰でも受け入れる場所だから、外から来たものも排除されることもない。つまり完成された自由があるからですね。地獄の女神らしい考えだな。ちなみに地獄も超自由主義ですが、暴力も自由だったりと非常に危険なところらしいですよ。若かりしベジータ様が好みそうな場所だな。ズンさん曰く、ヘカーティアというたくさんの要素があるキャラは通常ゴテゴテしがちなんですが、それをあえてシンプルな T シャツに変な格好を取り入れて人とは違うことを表してるようですよ。なるほど、確かに神々らしさを出すためにいろんな要素が詰め込みたくなるところだけどあえてシンプルなデザインに変化を加えたってことだな。なので、その名残から足も何も履かずに生足にしたのだと思われます。ヘカーティアの能力は3つの体を持つ程度の能力、髪の色も月は黄色金髪、地球は青髪、異界は赤髪と変化します。
幻想郷は異界に当たるらしく、普段見かけるのは赤髪のヘカーピアのようですね。シャンクス風に言うなし。ズンさん曰く、おそらくだけど髪の色ごとに全部性格も変わるようとのこと。髪の色で性格が変わっていたんだな。そう、実際赤ヘカは丸っこい目つきで優しそうですが、青ヘカは釣り目で隙がありそうな顔つきとなります。青ヘカは口元に指先を当てる癖があり、かなり色気がありますね。口調は赤よりも心なしか丁寧で、和4のような芝居じみた言葉遣いはしません。身体によって性格や口調が変わるって面白いぜ。ということで、つくも姉妹を超えるべく4人プレイも可能なんですよ。もちろんスマブラのことを言っているんだよね。ヘカーピア自身も言ってましたからね。どうする？二人でやるの？それとも私の3体すべてを使って4人で？おいおいまさかそういう意味だったのかよ。いや意味わかってんじゃん。しかも一人一人違った性格を持っているので、気に入ってもらえれば今日は赤ヘカさん、明日は青ヘカさん、明後日は赤ヘカさんっていうのもできるのですよ。いや、ヘカさん入れてやれよ。あまりにもヘカーピアの面白 T シャツのせいで隠れがちなんですが、非常に綺麗な生足を持つキャラなんですよ。さらに今までのキャラに比べてスカートがかなり短く、大きく露出していることがわかります。また今までのキャラとは違って右足が前にクロスしていて、何か周りとは違うということを表しているようです。ああ、確かに全員左だったよな。さすがはレイムさんよく気がついたぜ。歴代のキャラの中でもお姉さんらしさがあり、色気は抜群で、さらに能力から3人に増やすこともできることから第1位にさせていただきました。ヘカーピアの能力が最強すぎた。地獄の女神は強さだけじゃなかったのか。私もヘカーピア様に可愛いからちょっと遊んでやろうって言われたいですよ。ヘカーピア様の名台詞で遊ぶなし。やはり生足キャラということで、がっつり足を活かしたイラストもありますね。東方の生足は本当に魅力的だから今回の保険の需要は面白かったぜ。他にも裸足キャラはいるので探してみてくださいね。それでは今回の需要終わりますよ。視聴者さんの好きな裸足があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。